自然のなんか美しさとか素材そのものの美しさを、人間がちょこっと手を加えることでなんか見えてくる、また違うなんかかっこよさみたいな、なんかそういうのが自分にとってはアートかなと思って。自分たちが、ここのこういう山とか川とかこの水とか火とかによく触れる環境でいて、やっぱりそれってすごいなんていうんですかね、心地いい。でそれが時々こう都会に行ったりするとちょっとなんていうんですかね、忘れがちになっちゃうというか、なんかでもなんかその、ここの心地よさをなんかこう伝えれたら、その自然の持ってるなんかそのエネルギーみたいなものを次の人というか見てくれる人だったり手に触れる人になんか届けれたらっていうのはあります。身近な存在だとは思いますね。自分がそこに、対して溶け込んでないとなんかやっぱ自分じゃないというか、自然って本当にその植物とかの自然もそうだけど、自分が自然でいることみたいなのも自然っていうじゃないですか。だからなんかこう自分が自分らしくあることが自然みたいな、なんかやっぱりその無理をして生きるとか、なんか背伸びして生きるとか、そういう風になっちゃう時ももちろんありますけど、そういうことばっかりやってるとやっぱり疲れちゃうし、あんまりやっぱ心地よくなかったりするんで、こうできるだけ自然に近い形というか、自然でいられるような感じでは思ってます。はい。
自分が師匠から継いだ時はもう1日300枚から500枚ぐらいを毎日こう好き続けるっていう仕事のやり方で、でもそれは本当に大量消費っていうか大量生産のやり方なんで、やっぱりその化学漂白、塩素漂白、あとはもう本当に体にもすごい良くないような薬品使って、でそれがこう川に流れちゃうっていうやり方だったんで、それがすごい嫌だなっていうのは思っていて、代が変わって、そこから自分たちのやり方に変わっていくっていう中で、昔ながらのやり方に変えていって、でそうした時に、単価がやっぱ高くなっちゃうのと、その真っ白な漂白の紙じゃないっていうところでもうお客さんが一気になくなっちゃって、で、そこからこう自分がこう暇になったんで、壁紙を貼ったり、アートワークをやるようになってったら、なんかそっちになんかすごい可能性というか求めてもらえるところがあったんで、そういう方向にどんどん進んでいくようになったって感じです。こうしたらどうなるんだろうっていう、子供心にちょっとやってみたいみたいな、なんかそういうのを繰り返してたらできちゃったみたいな感じのイメージの場合と、これをこう積み重ねてたらこうなるかなみたいな、だからやってみんとわからんから、なんかちょっととりあえずやってみようみたいなので出来上がっていくっていう、なんかインスピレーションはどこから来るかっていうところなんですけど、でもこんだけ自然に囲まれてて、自然のなんか美しさっていうのはものすごく感じて、でそれにすごいやっぱり自分も影響はものすごい受けてるなっていうのは感じます。紙すきの場合はもう
自分は思ってるのはやっぱ瞑想だと思ってて、同じなんていうんですかね、心をできるだけこう変化させずに同じ動きをずっとやっぱ繰り返していくんで、よく昔からなんか紙すきで言われてるのが、夫婦喧嘩した時のこういう紙の束、ここ夫婦喧嘩しただろうっていうのが分かるっていう、だからそんだけこの感情によって紙のその出来がこう左右されるっていうのがあるんで、だからできるだけやっぱりこう瞑想状態というか落ち着いた一定の状態で同じ動きを淡々とするっていうのが紙すきだと思っていて、でもその和紙のそのアートに関してはやっぱりその中から出るもっとこうパッションの部分、感情をこう出していくっていうところがなんかすごく、作品作りには大事かなっていうのはなんか感じてて、なんかそれってすごく真逆というか全然違う振り幅なんで、なんかそういうのがなんか同じ和紙って言ってもなんかそういうものも両方表現できるというのはすごく幸せだなと思います。美濃和紙はやっぱり先人の方たちが培ってきた歴史があって、その名前っていうのがあって、言ってしまったらその最先端に立たせてもらってるっていう。でまたそこの、自分の次の代に受け継いでいくっていうところではあるんだけれども、やっぱり美濃和紙っていう、今までのイメージと自分はそのイメージだけじゃない、ものを作りたいっていうところもあったり、やっぱりその枠のすごく良さ、その美濃和紙の良さっていうのもすごく感じるけど、やっぱりその中だけにいるとやっぱすごい窮屈だし、なんかちょっと進歩も、進化もちょっと、しにくいっていうのはあるかなとは思うんで、その枠っていうのはすごく大事にしつつ、その枠も関係なくなんか新しいものを作っていきたいなっていう